あなたの愛の言語はどれ？3度蘇り3000万円の自己投資をする人生学校があなたの時間とお金をドカッと節約します。今回は愛を伝える5つの方法、ゲイリー・チャップマン著の究極のまとめです。まず最初に言わせてください。この本、すごい。夫婦関係のすれ違い、親子関係の溝、友人関係のいざこざなど、そんなお悩みをバッチリ解決できる方法が具体的に書かれています。この本は夫婦関係についてメインで書かれていますが、人間関係すべてについて応用できると思いましたね。結婚カウンセラーとして30年間夫婦関係についての悩みを解決してきた著者だからこそ出てきた答えなんですよね。最後までご覧いただくことで、相手が求めていた愛はこれだったんだと気づけて、劇的に全ての人間関係が良くなって、これからの人生が全く違った景色になることでしょう。それでは目次いきましょう。学習編1、5つの愛の言語とは。2、なぜ一生懸命なのに愛が伝わらないのか。3、あなたにとっての愛の一次元語は。実践編1、あの人の愛の一次元語は。2、相手が求めていることをすると相手は100倍嬉しい。3、やってくれないことではなく、やってくれている些細なことに感謝する。それでは本題いきましょう。学習編1、5つの愛の言語とは。まず結論からお伝えします。5つの愛の言語とは何ですかというと、それは、第1の愛の言語、肯定的な言葉。これは例えば褒めたり感謝したり好意的な言葉のことですね。第2の愛の言語、クオリティタイム。これは充実した時間のことです。第3の愛の言語、贈り物。これはプレゼントなどのことですね。第4の愛の言語、サービス行為。これは相手があなたにやってほしいと願うことを実際にやってあげることです。第5の愛の言語、身体的なタッチ。これは体に触れることです。めちゃめちゃ大事な結論ですので、もう一度言いますね。第1の愛の言語、肯定的な言葉。第2の愛の言語、クオリティタイム。第3の愛の言語、贈り物。第4の愛の言語、サービス行為。第5の愛の言語、身体的なタッチです。愛にはこの5つの愛の言語があって、人によって求めている愛の言語が違うのだということを著者のゲイリーさんが教えてくれているのですね。あなたがいくら頑張って愛を伝えようとしても、相手にとってそれが求めていない愛の言語だったとすると、全くの空回り、愛は一つも伝わらないというわけなんですね。この相手が一番求めている愛の言語、愛の一次元語さえ理解できれば、その相手の愛の一次元語でほんの少しでも愛を伝えてあげられたら、ものすごく相手は喜んで、全く相手の反応が変わってくるというわけです。2、なぜ一生懸命なのに愛が伝わらないのか。結婚35年になるご夫婦の例が書かれています。奥さんがある時、一緒に来ないと別れると旦那さんを脅して無理やり著者のカウンセリングに連れてきたのですね。奥さんは言いました。問題は主人から何の愛も感じられないことなんです。私たちの生活は決まりきった毎日です。朝起きて仕事に出かけます。夜は主人は主人、私は私で自分の好きなことをして過ごします。夕食はだいたい一緒に食べますが、全く会話がないです。主人は食べながらテレビを見ます。夕食の後は地下室で何かゴソゴソやって、その後テレビの前で眠りこけるんです。布団に入ったらと私が声をかけて、それで一日が終わりです。これが月曜から金曜までお決まりのパターンです。土曜は主人は朝からゴルフに出かけて、午後は庭をいじって、夜は友人夫婦と4人で夕食に出かけます。主人は友人たちには話しかけるんですが、さあ家に帰ろうと車に乗り込んだ途端に会話はピタリと止むんです。家に着くと布団に入るまでテレビの前で居眠りです。日曜の朝は2人で教会に行きます。奥さんはさらに話を続けました。主人から何の愛も感じられないです。温かさもなければ感情もありません。空っぽです。死んだ関係なんです。あと何年これに耐えられるか分かりません。そう言って奥さんは泣き出しました。そこで旦那さんは初めて口を開きました。私にはこいつがさっぱり理解できません。愛していることを分かってもらいたくて、思いつくことは何でもやってきました。こいつがあんまり不満をこぼすんで、特にこの 2,3 年は努力をしてきたつもりです。それなのに何をやってもダメなんです。私が何をしても家内は愛されていないと文句を言います。もう他に何をしたらいいか分かりませんよ。そこで著者のゲイリーさんは、
旦那さんに聞きました。奥様に愛を示すためにはどんなことをしているのですか？旦那さんは答えます。まずは仕事の帰りは私の方が早いんで、毎晩私が夕食の準備を始めています。1週間のうちの4日は家内が帰宅するまでにはほとんど夕食が出来上がっています。残りの1日は外食です。それから私の仕事で会議がある夜はやりませんが、週に3日は私が夕食の後片付けをします。家内は腰が悪いんで、家の掃除機がけも全部私がやります。それに家内は花粉症なんで、庭掃除も全部私がやります。乾燥機から出てきた洗濯物は全部私が畳みます。そしてこう言いました。愛を示そうとこんなに色々やってるんですが、それなのにこいつはここに座って先生に愛されていると感じないなどと抜かすんです。この 2,3 年は私にもそうやって不平不満を言ってきましたが、もうこれ以上何をすればいいのかわかりません。奥さんは言いました。先生、やってくれていることはありがたいんですが、私は主人に一緒にソファーに腰掛けてほしいんです。私に話しかけてほしいんです。私たちは全然話をしないんですもの。30年間全く会話をしてきませんでした。主人はいつも忙しそうに皿を洗って掃除機をかけて芝生を刈っています。この人はいつも何かしてるんです。一緒にソファーに座って私と一緒に時間を過ごしてほしいのに、私を見てほしいんです。私たちの人生、結婚生活について語りたいんです。奥さんは再び泣き出してしまいました。つまり奥さんの愛の一次元語はクオリティタイム、つまり充実した時間ということがわかります。著者のゲイリーさんは旦那さんに聞きました。あなたにとってどんな妻が理想的ですか？もし完璧な妻を持つことができるとしたら、その女性はどんな人でしょう？旦那さんは嬉しそうに答えます。私の理想の妻は夕方家に帰ってきたら私のために夕飯を作ってくれます。私が庭の手入れをしていると、夕飯ができたわよって呼んでくれるんです。夕食の後にはこの後片付けもしてくれます。私は少しは手伝うでしょうが、主に彼女が自分の仕事としてやってくれるんです。それにシャツのボタンが取れたらそれを縫い付けてくれます。この旦那さんの愛の一次元語はサービス行為というわけですね。つまり旦那さんは自分が愛されたいやり方で奥さんに愛を表現していたのです。掃除をしたり料理をしたりするサービス行為を通じてですね。ですが奥様の愛の一次元語がクオリティタイムであったため、その愛が伝わっていなかったわけです。奥様は毎晩15分でいいからソファーに座ってお互いに向き合って話をしてほしかっただけなんですね。旦那さんは少しでいいから家のことをやってもらいたかったというわけです。その後、このご夫婦はお互いの愛の一次元語を理解して相手の愛の言語で伝えることで、その後夫婦生活は劇的に良い関係になったと言います。ではあなたも実際にこの方法を活かして最高の関係になれるように、一番大事な愛の言語5つについて改めてもう少しだけ見ていきましょう。3、あなたにとっての愛の一次元語は1、肯定的な言葉。第一の愛の言語、肯定的な言葉とは相手に対する好意的な言葉のことです。例えば褒めたり励ましたり感謝の言葉ですね。その中でも気持ちを素直にシンプルに表現する言葉が最も効果的だそうです。例えば、スーツ姿決まっているわねとか、君は世界一じゃがいも料理がうまいよ、これすごく美味しいとか、ゴミを出してくれて本当にありがとうなどのような言葉です。優しい言い方を研究してみるのもいいかもしれません。相手に対して嫌なことがあれば好きなところもあると思います。そんな時、相手のこんなところが好きだやこんなことに感謝していると思うことを口に出して伝える方法はとても効果が高いそうです。逆に嫌いな点に関して不満を言うことはしばらく控えられると良いということなんですね。そして相手の良い点をできれば紙に書き出しておけると最高にいいのだそうです。例えば奥さんが旦那さんに対して、主人は一度も仕事を休んだことがない、仕事に意欲的だなどですね。旦那さんが奥さんに対してだと、奥さんは毎日ベッドをきれいに整えてくれるなどですね。たくさん書き出せるとより楽しそうですよね。2、クオリティタイム。第2の愛の言語、クオリティタイムとは充実した時間のことです。中心的な意味は親密感だそうです。これは注意力を集中することと関係しています。つまり注意を払って時間を作って一緒にいろんなことをしてほしいという気持ちなんですね。一言で言うと、誰かに丸ごとの注意を注ぐ行為です。例えば充実した会話です。
第一の愛の言語である肯定的な言葉は何を言うかが大切であるのに対して、第二の愛の言語、クオリティタイム、つまり充実した会話は何に目を傾けるかに焦点が当てられます。つまり親身に相手の言うことに耳を傾けることが大事なんですね。相手の話に対して、だったらこうした方がいいよねと解決策を伝えることではなく、共感することなんですね。相手の考えや思いや願いを理解したいと純粋な気持ちで聞くことが大事というわけです。3、贈り物。第3の愛の言語、贈り物とは内にある思いを象徴するシンボルです。大切なのはあなたがその人のことを思ったという事実です。そしてその思いは単に心の中に芽生えただけではなく、実際に贈り物を用意して相手にプレゼントするという愛の表現となって表に現れたことが深い意味を持つわけです。贈り物は目に見える愛のシンボルなんですね。贈り物が愛の一次元号の人にとっては、この品物の値段はあまり重要ではありません。プレゼントは買ったものでも見つけたものでも作ったものでも構いません。消費型の人は夫や妻のためにプレゼントを買うことにあまり困難を感じません。しかし貯蓄型の人は愛の表現にお金を使うという考えに対して抵抗を感じるわけです。このタイプの人は自分のためにもお金を使いません。ですから、なぜ妻や夫に物を買わなければならないのかと思うわけです。しかし、プレゼントを買うことは夫婦の良い関係に投資をして相手の感情的な愛のタンクを満たしていることになるのです。相手の愛の投資こそが自分の有料株への投資などだということを忘れないようにすることが大事というわけです。また、物に限らずあなた自身も贈り物となります。つまり、ただ相手のそばにいてあげること、出産時やお葬式など緊急時や危機の時にあなたが実際にそこにいてあげることが愛の一次元語が贈り物である人にとって最も力強い贈り物となるわけです。4、サービス行為。第4の愛の言語、サービス行為とは相手があなたにやってほしいと願うことを実際にやってあげることです。例えば、料理を作る、皿を洗う、掃除機をかける、洗面台の髪の毛を取り除く、鏡の汚れを拭き取る、子供のおむつを変える、車の整備をする、犬の散歩をする、金魚鉢の水を変えるなどですね。これらすべてはサービス行為です。思考、計画、時間、努力、精力を要する行為です。5、身体的なタッチ。第5の愛の言語、身体的なタッチとは抱きしめられたり、頬ずりやキスをされたりのことですね。赤ちゃんは肌の触れ合いのないままで長い期間放っておかれた赤ちゃんよりも身体的なタッチがある状態で育てられた赤ちゃんの方が健全に感情を発達させていくと言います。大人であれば、例えば旦那さんの愛の一次元語が身体的なタッチの場合、奥さんが性的に敏感な反応を示してくれるときは、旦那さんは妻の愛に安心感を持ったりします。逆に奥さんが何がしかの理由で性的なことから距離を置くと、料理の腕をどんなに発揮しても旦那さんは奥さんの愛に確信を持てないというのですね。身体的なタッチを愛の一次元語に持つ人にとって、愛してるよという言葉を使うよりもはるかにパワーを持ったメッセージが身体的なタッチ、例えば優しい抱擁などによって伝わるというわけです。触れられて嬉しいタッチもあれば、それほど嬉しくないタッチもあります。身体的なタッチの腕を磨くために時間やお金やエネルギーを費やすことも賢い愛の投資ですよと書かれていました。では肝心の後半、実践編いきましょう。実践編1、あの人の愛の一次元語は？あの人の愛の一次元語は何と考えてみるのもいいでしょうし、相手に直接聞いてみるのも良いかもしれません。とても簡単です。例えば、これから言う〇〇を埋めてみてと聞いてみるのです。私は〇〇の時に夫または妻に愛されていることを最も感じる。答えが例えば、私は私がやりたいことを2人で一緒にするときに妻から愛されていることを最も感じる。であれば、クオリティタイムが愛の一次元語です。2、相手が求めていることをすると相手は100倍嬉しい。自分の愛の一次元語と相手の愛の一次元語が違う場合、こんなことに愛を感じるのかと驚くはずです。
ですので、自分が思っている100倍ぐらい相手は嬉しくて喜ぶと思って、相手の愛の一次言語で提供してあげられるといいわけですね。そんなに嬉しくて愛を感じられるのであれば、それぐらいのことなら全然やってあげるよとなるはずです。長い夫婦関係であればあるほど、本当に相手がやってほしいことって大抵の場合分かっているはずですからね。それをほんのちょっとやってあげるだけで相手が100倍喜ぶんだと分かれば、めんどくさいことでもやってあげるのが楽しくなりそうです。すると相手もあなたの愛の一次言語で愛を返してくれるようになるかもしれません。これを機に相手に私にやってもらえると本当に嬉しいことは何ですかと聞いて書き出しておけると良いかもしれません。3、今やってくれないことではなく、今すでにやってくれている些細なことに感謝する。例えばあなたが相手に対して床にゴミを置かないでほしいと思っていたとします。そしてそのゴミをいつも片付けているのはあなただとします。ですが相手はいつもゴミの入ったゴミ袋をゴミ収集場所に持って行ってくれているかもしれません。そういった時はゴミを床に置かないでほしいということより、いつもゴミを捨てに行ってくれてありがとう、助かるわと肯定的な言葉を言ってあげられると、いつの間にか床にゴミを置かなくなるかもしれません。だって相手はあなたが床にゴミを置かないでほしいということは前々から分かっているはずだからです。同じことを何度も何度も言うより、何かそれまでにやってくれていることを見つけて、それに対して褒めたり感謝を伝えることで、相手はあなたにもっと喜んでもらいたいと思うはずです。やってくれていることに対して感謝を伝えてみると楽しい現象が起こるかもしれませんよ。例えばこんなトーンで伝えてみてはいかがでしょうか。〇〇してくれてありがとう、助かるわ。愛を伝える5つの方法いかがでしたか。この本には他にも愛は選択や伴侶が敵になる時や5つの愛の一次言語についてさらに詳しく役に立つ内容が盛りだくさん書かれています。少しでも興味のある方は迷わず手に取って読まれることをお勧めします。そして人生学校 LINE では潜在意識を解放して今までできなかったことができるようになるためのさらなるお得情報をたまに配信予定ですので、登録して楽しみにお待ちくださいね。人生学校 LINE のリンクを説明欄とコメント欄に入れておきますね。高評価、低評価、感想などコメントいただけると嬉しいです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたはあの人の愛の一次言語を知ることで、あの人と最高の人間関係を築くことができます。さらに人生学校本人が事業の結果が出ない、将来の不安がなくならない、お金の心配がなくならないなど、過去の人生で何度もつまずき、それを克服するために3000万円以上自己投資をして学んだ使える方法のみを厳選して名誉メンバー内で一挙公開中です。本1冊分の値段でただいま全ての有料動画160本以上を1ヶ月間ご視聴いただけますよ。めちゃめちゃお得ですので、ピンときた場合は今のうちの参加をお勧めします。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。